2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー43。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。天気が良いのでちょっと遠くまで行ってきました。外気温が31度なのと走ったことでタイヤ圧が上がっています。オドメーターは納車後1万4000キロを超えました。私にしては速いペースです。さて今回は空気圧のお話ではなく、納車後1年半でのバッテリー健全性の動画です。これからこの時点でのバッテリーの健全性を見ていただきます。健全性は納車後6ヶ月ごとで採取しています。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。1年半点検の結果、納車から1年6ヶ月が過ぎた今日は2025年4月27日です。点検後にディーラーからバッテリーのデータをもらいました。他の点検は問題なかったのですが SOH が 88%、 電圧は通常で内部抵抗値は記載がなく CCH が404とあります。点検から戻った直後、自分の機器でデータを採取して比べています。ディーラーの方はパラメーターも記載がありません。私の過去データではパラメーターを変えても各数値はほとんど変わりありませんでした。なぜこのような数値差が出るのか、手がかりは SOH と CCH しかありません。考えてみれば CCA の初期値が452でしたから、404なら 88% はうなずける数値です。直後再測定1分37秒頃したら433でしたから、機器か設定の差もあるのでしょう。ところで SOH は CCA の実測値と基準値の比ですから、404を 0.88 で割ると 459.1 になります。ということはディーラーは基準値を459にしているわけです。このタイプの実基準値は310ですから、随分開きがありますね。もっとも日本のメーカーは基準値を公表していないので、その真の値は分かりません。基準値を大きくすれば当然 SOH は低くなりますね。この辺りのディーラーの意向がよく見えませんが、よかったらコメントお願いします。次回の点検でおそらくまたデータを提示してくるでしょうから質問してみます。この CCA はエンジンを始動させる能力を表した数値ですが、サルフェーションによって当然少しずつ下がってきます。ただバッテリーを2年で交換するのは早すぎると思うので、再測定してみてデサルフェーションを考えます。デサルフェーション効果には興味があるので、引き続き数値を報告できると思います。バッテリーの再測定。しばらくベンチタイムを取ったので再度測定します。手順書通りプラスから接続します。正常に接続すると応答音があります。電圧は 12.82V です。鉛蓄電池と CCA を選択してパラメーターを設定します。パラメーター310です。結果は SOC と SOH100%、 電圧 12.80V、 CCA433、 内部抵抗 6.43mΩ と出ました。パラメーターを400に上げます。
パラメーター400で測定します。SOC と SOH は 100% と出て、各数値も先ほどと同じです。デサルフェーサーの導入。 CCH が下がっていることが間違いなさそうなので、デサルフェーサーを導入します。この製品 KVN-BTF12 を選択しました。簡単な説明書しかついていません。大きさは 77×50×20mm です。接続が固定式は取り付けで端子を外すので、ワニ口クリップ式は便利です。裏面には説明書と同じ記載がしてあります。ケースはアルミと思われます。充電中に関係なく接続できて、2週間くらいで改善が見られると記載されています。なのでしばらく取り付けて、音響機器等の影響も含めて結果を検証してみます。デサルフェーサーの取り付け。早速デサルフェーサーを取り付けます。裏に両面テープを貼っています。向きを考えて、場所はこの辺りしかないでしょう。端子カバーが戻せる場所を選んで、プラスから接続します。ワニ口が小さいので挟みづらいですが、なんとか取り付けできます。端子カバーをかぶせたら、マイナス側も同様に取り付けます。接続すると動作表示ランプがうっすらと点灯します。おそらく暗電流を抑えるためなのでしょう。1年半点検から2ヶ月後の測定。デサルフェーサーを取り付けてから2ヶ月が過ぎました。一応機器を外して測定します。ここで注目したいのは CCH です。1回目です。測定値は SOC、SOH100%、電圧 12.86V、CCA425、内部抵抗 6.56mΩ です。パラメーター400です。測定値は SOC、SOH100%、電圧 12.86V、CCA426、内部抵抗 6.55mΩ です。パラメーターを変えます。パラメーター320です。測定数値は同じで SOC、SOH100%、電圧 12.86V、CCA426、内部抵抗 6.55mΩ です。結果の検証。データを表にしたので、これを元に内部抵抗と CCH をグラフにしてみます。分かりやすくするためにデータをパラメーター別に分けました。これを元に内部抵抗と CCH をグラフにしてみます。こんな感じです。続けて CCA をやってみます。できました。内部抵抗が右肩上がり、CCA が右肩下がりなのが分かります。2024年の8月と9月のデータを塗りつぶしてみました。ラインに載っていないこの2つのデータはどうもイレギュラーのようです。
これらを考慮して考えると内部抵抗値は徐々に上がり、それと連動して CCA 値は下がっていることが分かります。直近の2ヶ月でデサルフェーサーをつけたわけですが、それが与えた影響はまだよく分かりません。もう少しデータを採取して効果の有無も含めて再検証したいと思います。この測定器の説明書には SOC は充電量を表し 80% 以上で良好とあります。 SOH は健全性を表し 60% 以上で正常、 45% 未満で交換とあります。一方 CCA はエンジンを始動させる能力を数値にしたもので高いほど良いとされます。内部抵抗は新品で 5mΩ 台、20mΩ 以上で交換と記載されています。今回ディーラーがバッテリーの数値を提示してきたのは納車後初めてです。バッテリーの寿命は約2年と言われているので1年半あたりから声かけしているのだと思います。今回少ないデータではありましたが内部抵抗値と CCA 値の劣化が認められました。デサルフェーサーの説明書には2週間くらいで改善が見られると記載されています。音響の影響は認められないものの私には CCA の復調が顕著には見えませんでした。今回採取したデータが効果がないものか悪化を防いだものなのかはよく分かりませんでした。次回2年点検でグラフの傾きが変わるかもしれません。その他の情報は動画ナンバー11に使用開始半年でのバッテリー健全性、ナンバー21で 6000km での健全性を投稿しています。興味のある方はどうぞご視聴ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。